ちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識やシンプルで快適なライフスタイルを実現する方法などについてお伝えしています。で、前回からですね、お話ししております糖質制限をした体験談ですね。それの続きをお話ししていこうと思います。で、前回ですね、血液検査をして、ちょっとその血糖値に問題があるということを言ってきたんですけれども、血糖値以外にも問題がある部分があったわけなんですね。それが何かと言いますと、甲状腺ですね。これなんですけども、この検査結果の、上が対等の検査の結果で、一番下の TSH、なんだっけFT3、FT4 ってやつですね。TSH と T3、T4 っていうのが甲状腺の機能の値です。で、これがですね、ちょっとここに先生の手書きでローと書いてありますけれども、やっぱりその TSH は正常なんですけども T3 と T4 だけが低かったんですね、値が。これ2回目の検査でもやっぱり低かったんです。で、TSH っていうのが異常があると甲状腺機能亢進症とか甲状腺機能低下症とかっていう、いわゆる橋本病とか、そういった病気が疑われるんですけれども TSH が正常なので、その甲状腺機能低下症ではないということなんですね。そういう診断だったんですけども、この場合ですね TSH が正常なのに、T3 とT4 というものの値が低いっていうのは、ロー T3、ロー T4 症候群という、症状があるそうでして、それが疑われるといったところだったんですね。ローって低い、LOW でロー T3、ロー T4 ですね。要はそのままなんですけども、T3 と、T4 の値が低いということですね。で、ただ、それだけって言えばそれだけなんですけども、ただその時ですね、その当時、その検査をした当時って、結構体にいろんな異変が起きていまして、とにかく異常にだるいですね。異常なだるさがあったりとか、あと声がしわがれてきたんですね。今までのその時38歳ぐらいだったんですが、それまで生きてきた人生の中で、声がしゃがれるってことがほとんどなかったんですよ。結構風邪とかひいてもそんな喉に来るっていうタイプじゃなかったので、声がしゃがれるなんてことがまずなかったのに、風邪でも何でもない、喉を痛めてるわけでも何でもないのに急に声がしゃがれ出したんですね。なんでちょっとそれもすごく、気になっていたし、あとは顔とか全身がやたらむくむっていう症状もありました。で、疲労感がすごくて、っていうですね、今まであまり経験したことがない症状が、あったので、それを訴えたところですね、次回さらに詳細なホルモンの検査をしましょうということになりました。で、そのホルモンの、結果についてまたちょっとですね、次回の動画でお話ししていこうと思うんですけれども、ここでですね、私が自分なりに考えて思ったのはですね、低血糖と甲状腺機能低下の関係性なんですね。糖質制限をですね、自分でやり始めた頃から、ちょっといろいろ異常が出てきて、最終的にこの血液の検査がこうなったっていうわけなんですけれども、やっぱりこの糖質制限をし始めたから甲状腺機能に影響が出たんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、もともと甲状腺、糖質制限とは全く関係なく、甲状腺機能がちょっとおかしいところが、あってたまたま見つかったとか、そういうことではなくって、糖質制限をすることによって甲状腺の機能に、異変が現れたんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、そうやって感じたのでいろいろちょっと調べてみまして、で調べたら、なんとなくそれっぽい記事が見つかったんですね、インターネット上に。で、それは、その記事に何が書かれていたかというとですね、糖質過多な生活を続けてきた人が急に厳格な糖質制限を始めても、体はですね、脂肪をエネルギー源とは認識できずに危機を感じます。すると、守りに入ろうとしてエネルギー消費量を減らそうという機能が働き始めますと。
そうなることによって甲状腺ホルモンの T3 の分泌を抑えるということが、行われるということなんですね。なぜなら T3 は、T4 よりも4から5倍程度の、生物活性があると言われているからですというですねことが書かれていました。でそれだけ言うとなんか難しくてよくわからない、と思うんですけれども、まずそのロー T3、T3 の値が低いやつですね。ロー T3 症候群の人が、厳格な糖質制限を行った場合どういう症状が出てくるかというと、抜け毛、白髪、肌荒れ、冷え、疲労感、便秘、むくみ、無月経、不妊などなどの症状が現れるというふうに言われています。で逆に厳格な糖質制限を始めてそのような症状が現れたらロー T3 症候群の可能性が高いということが言えるんですよね。でそのような場合は GH の低い炭水化物を摂取しながら、徐々に糖質制限を進めていくことがいいというふうに言えるということなんですね。なんかちょっと難しい話ですけども、要はもともとそのロー T3 っていう症状がある方ですね、ロー T3 症候群というものを持っている方が急に厳格な、スーパー糖質制限みたいなことをすると、体がですね、この脂肪ばっかり、いきなり取るわけなので、その脂肪をエネルギー源として捉えられないというわけなんですね。で危機を感じて、全然なんかいっぱい物が入ってくるんだけど、食べ物いっぱい入ってくるんだけども、エネルギー源じゃない。なので全然エネルギーが入ってこないから、なんかちょっとこれは守らなきゃみたいなモードに入ってしまうということで、とにかくエネルギー消費量をなるべく少なくして今あるものを維持していこうみたいな働きが体で起こるんですね。というところです。で特にですね糖質をずっと毎日、生まれてからずっとですね、毎日糖質を摂取してきたのにもかかわらず、痩せ型の中高年女性がですねそれに陥りやすいというふうに言われています。要は結構その糖質をいっぱい取ってる人って太ってるっていうイメージがあるかもしれないんですけども、結構いるんですよ。中高年の女性で、30代、40代、50代、40、50、60とかですねぐらいの女性で痩せ型の人で、痩せ型めちゃくちゃ痩せてるんだけど糖質めちゃくちゃ取ってる人って結構いますよね。なんか朝昼晩と、茶碗にもう2杯ぐらい食べてしまうみたいな人とかいるんですけど、そんなに糖質いっぱい取ってるけど痩せてるっていう人がいるんですよね。そういう人はですね基礎代謝が基本的に高くって糖質を代謝する能力が高い人なんですよね。糖質代謝能力が高い人、要は糖質をたくさん取ってもそれをどんどん代謝していける。だからたくさん取っても太らないんですよね。そういう方がいるんですね。要は今までですねずっと糖質を当たり前のように摂取してきて、糖質をエネルギー源にするっていうことに体が慣れてしまってるんですね。なので、糖質を前提とした代謝の仕方しかできない体になってしまっているというわけなんです。でそんな体にですね、私は糖質しか代謝できませんよみたいな状態になっている体にいきなりですねその糖質全く取らないみたいな、糖質今までのもう半分以下に抑えますみたいな、ことをしたらですね、いくらそれ以外に糖質のその穴を埋めるためにタンパク質とか脂質とかをいっぱい取っていたとしても、そのタンパク質とか脂質をエネルギー源として使い方がわからないんですね。エネルギー源として代謝する方法がわからなくてですね、体がそれをうまく代謝できない、タンパク質とか脂質をうまく代謝できずに、糖質その以外のものからですね糖を生み出す糖新生というものをですねうまくすることができないということなんですね。でそれによってですね体は糖質、今まで毎日糖質が入ってきて、でその糖質を代謝することによってエネルギーを作り出していたのに、急に糖質が入ってこなくなったら、その状態を
エネルギー源が全然入ってこない、タンパク質はいっぱい取ってるのに糖質が入ってこないことによってエネルギー源が全然入ってこないっていう風に認識するんですね。要は飢餓状態になるわけなんです。飢餓状態だと認識します。で、飢餓状態に入ってしまうとですね、体がそう危機を感じて、守りに入ってですね、いわゆる冬眠みたいなモードに入るんですね。冬眠モードになってしまって、エネルギーの消費量を極力少なくするということをするんですね。無駄なエネルギーを、使わないようにっていうふうに体が自然となっていくんですね。で、そうすると甲状腺ホルモンの T3 の分泌を抑えようという働きになっていくということなんですね。で、これその記事を読んでですね、って私は思ったんですね。確かにってすごく納得できる、合点することがあってですね、何かっていうと、確かに糖質制限を始めてから私の場合は逆に体重が増えたんですよ。普通、糖質制限ってダイエットにいいですよというふうに言われていて、糖質制限しだしてからすぐに痩せましたとか言ってる方が結構多いと思うんですけども、私の場合はやっぱりそのロー T3 症候群の毛があったせいなのか、逆に体重が増えました。これはですね、もしかしたらその糖質が入ってこない、今までいっぱい入ってきていた糖質が急に入ってこないために、体がですね省エネモードに入ってしまって代謝が落ちてしまうということが、起こったからなのかもしれません。なのでそれを踏まえて考えるとですね、私って糖質の代謝能力が高い人なのかもしれないなというふうに思いました。先ほど、言ったように中高年の痩せ型の女性で、糖質いっぱい取ってるから痩せてる人っていうのは糖質の代謝能力が高いというふうに言いましたけども、私も多分そのタイプなのかなというふうに、思いました。結構ですね、昔からお米とかパンとか大好きで糖質すごい取るタイプの人間だったんですけども、基本的にもともと痩せ型なんですよね。あんまり太ったりしないということなので、やっぱり糖質を代謝する能力が高いと、いうことなんじゃないかなというふうに思いました。なんで結構いっぱい食べてもそんなにブクブク太ったりはしないんですよね。なんでもしそういう体質だとしたら要は糖質の代謝能力は高いけども脂質とかタンパク質の代謝能力が低いかもしれないんですよね。そうなると当然糖質食べてたら代謝できるからそんなに太らないけど、糖質はやめて、タンパク質とか脂質ばっかり食べてたら全然うまく代謝できないから、どんどんそれ蓄積されて太っていくということに、なりますよね。これあくまでも私の憶測なんですけども、きっと私はそういう体質だったんじゃないかなというふうに、思いました。何にしてもですね、その糖質を制限してもちゃんとその糖新生という人間が本来持っている機能ですね、それが、行えるようにしておく方がやっぱりいいんじゃないかなと。要はケトン体を出すというところですよね。タンパク質とか脂質もうまく代謝できる体にしていった方が、いいのは当然なので、そういうふうに、していかなければいけないなと思った、この頃でした。ですね、ひょんなこと、たまたまちょっとですね、血糖値が気になったりして、糖質制限をちょっと始めたことによって血糖値が気になったりして、軽い気持ちで検査したことによって、なんかちょっと病気みたいなものが発覚してしまったわけなんですけども、このままですね、そのまま気づかずに放っておいたら、もしかしたら将来糖尿病になっていたかもしれないと、思うと恐ろしいですよね。なんでたまたま検査してよかったなというふうに思うんですけれども、初めはですね、やっぱり糖質制限って健康に良さそうだし、ちょっとやってみてもいいかなみたいな感じのノリだったんですけれども、なぜかですね、だんだんその検査をしていろんなことが分かってきたことによって、もう必要に迫られて糖質制限をしなければいけないということになってしまいました。なのでですね、
糖質制限に、その後もですね糖質制限についていろいろですね自分なりにこう調べて、いっぱい勉強しながら、甲状腺機能の、経過を見つつ、いろいろと進めていったわけなんですね。はい、ということで、今回は、糖質制限をこう始めたことによって分かってきた自分の反応性低血糖っていう症状だったりとか、T3 症候群、ロー T3 ですね、そういったものが判明してきたということをお話ししました。で、次回はですね、詳しいホルモンの検査の結果などと、あとはその甲状腺機能のですね、その後の食事とかその後改善していきましたので、それによってどう変わっていったか、どう検査結果が変わっていったかということをお話ししていきたいと思います。というわけでこの動画では、シンプルライフについてですとか、あと発酵食について、食と健康についてといったテーマで皆様のお役に立つ、情報を発信していきますので、次回からもですね糖質制限の続きをお話ししていきたいと思いますので、見逃したくないという方はですねぜひ、チャンネル登録ですねよろしくお願いいたします。あと概要欄、動画下のですね概要欄の方に、いろいろリンクがあったりするんですけども、動画で学べる発酵食講座というですね発酵食のオンラインで受けられる講座なんかも、リリースしておりますので、興味がある方はですねぜひ、下の概要欄チェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。